こんにちは、つんです。今回は今話題の100均アイテムと最近買ってよかったものを全部で6つご紹介します。実際に使ってみて感じた残念ポイントとか注意点もご紹介するので、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、まずはこちら。セリアの突っ張り棒にかけられるツールフック。2個入りで110円です。これね、ずっと買えなかったんですが、やっと入荷していました。フックの部分はポリプロピレン。直径 16mm までのポールに引っ掛けることができます。柔軟性もね、そこそこありそうでした。そして最大の特徴は、このバンドの部分がシリコン製なこと。伸びるので直径 19mm から 30mm のツールに取り付けることができます。これを使えば、例えばこういうフックの穴がないブラシなんかもかけて収納できるというわけですね。まあでもフック穴があるアイテムに関しても S 字フックだと取るときに引っかかったり落ちたり、ちょっとねイラッとするなっていう時ありますよね。それがこのツールフックならブレたり落ちたりもしないのでスムーズに使えてノンストレスでした。他にも歯磨き粉を吊るしたり、洗ったメイクブラシを吊るして乾かしたり、結構ねアイディア次第でいろいろ使えそうだなと思いました。はい、お次はこちら。キャンドゥの味噌の蓋110円です。SNS でも話題のアイテムなので、すでにご存知の方も多いかなと思います。開けにくい、閉めにくい、使いにくいと酷評されることが多い味噌パックの蓋を使いやすくするアイテムです。見ての通り、味噌パックの蓋の形状そのものですよね。蓋は180度開いてカチッと固定することができます。これね、ワンタッチで開閉できるっていうのはね、結構便利だなと思いました。で、対応の味噌パックサイズは114から 122mm。一般的なね、700から 800g ぐらい入っている四角いタイプの味噌パックはだいたいこのぐらいのサイズなんじゃないかなと思います。ということで早速試してみたところ、蓋が閉まりません。なんでと思ってね、よくよく見たところ、この味噌パックの角の R と蓋の角の R の角度が合わないみたいでした。寸法自体は対応サイズだったので、まさか使えないとは思いませんでしたね。一般的なね、味噌パックだったら大体使えるとは思うのですが、私と同じ粉動筋の味噌をお使いの方は残念ながら使えないのでご注意くださいませ。宅配用のハンコを玄関ドアに収納するようになってだいぶ使いやすくなったなとは思ってるんですが、このハンコの蓋を開けるのが地味に面倒でした。両手が塞がるのもね、意外と困るんですよね。ということで、つい最近キャップレスタイプを購入。これは Amazon で1200円でした。捺印が楽になったし、蓋をなくす心配もなくなってすごい満足してたんですが、なんとこれが110円でキャップレスにできるアイテムがダイソーに登場していました。それがこちら、くるっとスタンプ。お手持ちのネームインに取り付けるだけで蓋いらずで使えるようになるというアイテムです。私は黒を購入したんですけど、他にグリーンとレッドもありました。使い方は簡単。お手持ちのネームインのキャップとホルダーを外して、それぞれをこのくるっとスタンプに差し替えるだけです。そしてこのホルダーの部分をくるっと回すと印面が出てきて、戻すと蓋が閉じます。
結構すごくないですか？このね、蓋の部分の作りは私がこの間購入したキャップレスタイプと同じ構造になっていました。いやー、これはバズるわけだと思いましたね。私はもっと早く知りたかったです。注意点としては、シャチハタ専用なこと。違うメーカーのネームインには使えないのでご注意ください。あとね、ホルダーがね、ちょっと太めなので、うちは今まで使ってた収納アイテムに入りませんでした。まあでもそれにしても、これで110円はコスパ最高だなと思いました。はい、お次も SNS でバズっているアイテム。ダイソーのワンハンドシャッターです。3COINS にもね、同じような商品があって、それは1100円なんですが、ダイソーはなんと半額の550円で購入できます。しっかりした取説も入っていました。これは片手でシャッターが押せるようになるスマホ専用の撮影ホルダーです。このね、シャッターの部分は取り外しができるので、スマホから離れていても撮影ができるっていうね、これはなかなか便利ですよね。さらに三脚にも取り付けられるので、例えばね、友達と写真を撮るときに交代で撮影し合うようなシーンも今まであったと思うんですけど、これがあれば全員で集合写真が撮れますよね。で、このシャッターの中に別売りの電池を入れて、Bluetooth で接続するシステムです。はい、ということで早速使ってみようと思ったんですが、このね、蓋のネジが全然開きませんでした。なんとかしようとね、あらゆる手を尽くしたんですけどね、最後にはネジの頭が舐めてしまったので、もう諦めました。ちなみにこのね、ホルダーの部分はやや硬めだったんですけど、私の iPhone13 をケースに入れた状態でも挟むことができました。グリップもまあまあ握りやすいです。こんな感じで今回は初期不良品を引いてしまったみたいで非常に残念です。皆さんもね、ネジで失敗しないようにご注意ください。はい、お次はこちら。シートを挟めるキッチンお掃除用楽々グリップ。ダイソーで110円でした。この6パーツで開閉して、お掃除シートやスポンジを挟んで使うアイテムです。挟めるのはね、3ミリ以上から10ミリ以下の厚さまで。例えば、お掃除パッドとかメラミンスポンジとか、クリーナーシートは折りたためば挟むことができます。このね、上になる方が長くてほんのり曲がっているので、しっかり力をかけて磨くことができます。使い終わったらロックを外せば、汚れたシートを触ることなく捨てることができます。先端は薄い作りになっていて、ひっくり返せばヘラとしても使えるようになっています。これはね、焦げ付き汚れとかに便利ですよね。で、電子レンジの中を拭くときにね、この扉が邪魔で、奥を拭くのにすごく苦労していました。ね、背伸びしないとね、手が届かないんですよ。それが、これを使えば長さがあるおかげで、背伸びをしなくても奥まで楽に届くようになりました。結構ね、ちゃんと力が入るので、しっかり拭けました。手袋をしなくても手が荒れないっていうのもいいですよね。水栓の周りとか、ちょっと手だと掃除しにくい場所にも便利でした。手で掃除するよりもね、指が疲れないっていうところも良かったです。これはネイルしている人にもね、おすすめかなと思います。はい、最後はこちら。スタンダードプロダクツのリサイクルコットンキッチンクロス M セット。
これね、2年前にも同じ柄のクロスを購入したんですよね。その時は大判で1枚330円だったんですが、少しサイズが小さくなって3枚で330円になっていました。1枚330円だったクロスと比べるとこんな感じです。一回りね、小さいんですけど、お値段は3分の1ということで、実質値下げですよね。ループもついているので、かけておくこともできます。ちなみに IKEA の人気クロス、リンニングは4枚で399円。IKEA の方がね、わずかにお安いんですが、ループがね、短辺の方についてるっていうのが私個人的には残念なポイントです。あくまでね、個人的な好みによるところが大きいんですけど、かけた時に長くなっちゃうし、見た目的にもね、なんかバランスが悪いような気がするんですよね。その点、スタンダードプロダクツの方はループが長辺にあるのが嬉しいです。重ねてみたら IKEA よりね、少し小さかったんですが、表記サイズは同じです。多分選択して少し縮んだのかなと思います。どのストライプもいい感じで外れなし。カラーはブルーの他にベージュとレッドもありました。次はね、ベージュを買おうかなと思っています。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。